今回の動画ではですね、よく日本の文化を表す言葉として察しと思いやりの文化、こんな言葉があるんですね。でそのうちの今回はこの察しについて少しお話ししたいみたいと思います。察しです。まず察しとはどういうことでしょうか。難しくありません。要はですね、相手の考えを気づく、相手が何を望んでいるかが分かる、そういうのを察しなんて呼んだりするんですね。これ、難しく考えなくてね、大丈夫です。例えばですね、部屋の中に、2人でいたとします。で、部屋の窓が開いてたとします。で、相手が私に向かってですね、おい、ちょっと寒くねえか、こんな風に聞いてきたとします。そんな時、私はどう答えるでしょうか。寒くなかったら、寒くありません。って答えますか。いえ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 、違うんですね。おい、寒くねえかって聞いてきた。この相手は、自分は寒い、窓が開いている、それを私に伝えてきたんですね。ってことは私はそこでどうしますか。はい。ここで察しを使うんですね。あ、窓が開いてるな、閉めようか。こういうふうに返事をして、窓を閉めてあげる。これがいわゆる察しに当たると思います。ね。こんな時に日本の人はですね、はっきりと、おい、寒いですから窓を閉めてくださいとは言ったりしないんですね。もちろんその人間の関係性によって表現変わってくるんですけれども、ね、寒くないですかって相手に聞くことによって、遠回しにですね、寒いから窓を閉めてくださいっていうふうに伝えようとしてる、その気持ちを気づく、その気持ちに気づく、その気持ちがわかる、それが察しと言います。ただこれですね、別に日本に限ったことじゃないみたいですね。いろんな国でもね、同じようなこういった察しっていうものが出てくるんですけれども、特にですね、日本語の場合は省略する言葉が多いんですね。他の動画でも言ってますけれども、何がとか誰がとかね、いわゆる主語を省いたりしてコミュニケーションを取ったりするんですね。そんな中でこの察しっていうのがね、使えるかどうかっていうのがポイントになってきます。特にですね、日本で働く、日本の人たちと一緒に働くような環境になった場合、やはりこの察しっていうのが非常に重要になってきます。仕事ができる人、評価されます。結果出す人、評価されます。けど、日本社会においては特にこの察しが使えるかどうか、これが一つの評価のポイントとなってくるんですね。はい。例えばですね、私仕事柄こうね、いろいろホワイトボードにこう字書いたりして授業しますけれども、ある時教室に行って、授業してる最中にですね、ホワイトボードのペンがないのに気づいたんですね。そこで、いけない、ペン忘れたと思って1階の事務所に降りてったんですね。で、考え事しながらペンを取りに事務所に戻ったら、そこにいた事務の受付の人が黙って私にペンくれたんですね。で、受け取ってありがとうって受け取って帰ろうとした時に、はって気づいたんですね。あれ、なんで俺ペンが欲しいって分かったのって聞いたら、その事務の人は、なんとなくそんな気がしたっていうんですね。はい。いかがでしょう。これ別に超能力とかね、なんか特殊な能力とかじゃなくて、関係性、長い付き合いだったりすると、もう言葉使わなくても相手がですね、何を求めてるのかが気づくとか分かってしまう、こんな風な関係へとなっていきます。これはどこの国でもあると思うんですけれどもね、特に日本のですね、社会ではそういった相手の気持ちを察する、相手が望んでいることに気がつく、これが非常に重要になってきますので、ぜひですね、皆さんもこの察しについて勉強なさると便利だと思います。